はい、ラーメンです。お待たせしました。ゾノちゃんがさ、昨日、おはようございます。お疲れ様です。昨日、撮影あるけん、迷惑かけるかもしれんけん、すいませんって言ったやん。はい。今日同じセリフ言ってやろうと思ったのに出てこんもんすいません今日撮影あるんでって言ってやろうと思った一発目のセリフ考えとったのにお疲れ様です。さっきね、ご挨拶したんですよ。あ、本当ありがとう、うん、許可取ったって言われて許可？誰に？うちに？もう本当にずっと断り続けてきたけんねめったにすることないけん。ドラマ撮影と CM 撮影は貸したことあるけどね。昔やったら本当にカセットのカラオケの時代よね。にお父さんお母さんがやりよった時にバッグの写真みたいな映像みたいなんで撮影あったりとかいろいろあったらしいんだけど、俺はもう本当出るのが苦手やけん。早い？ゆっくり動いたがいい？全然最近はやっぱ特に暑いんですか？そうやね、もう自分はでも感覚の問題やないかな。もう暑いのは当たり前と思っとるけんそんなもんやと思っとかんともう気持ちが死ぬやんね。なだれるもね、暑い暑いってなるけん。でも早いですね。うん。いや逆にこれも俺は普通やけどみんな遅いなと思って容量の問題やと思うんやけどね、力より動き出すとだってこれ平行保ってしまえばさ、だって手離しとってもいいぐらいの感覚を覚えれば。おはようございます。野菜って何キロぐらいあるんですか？分からない。車検がないけん重量とか測らんかいも分からんね。この駐車場借りれるまでは1キロぐらい引いてきよったけん、離れたところでね人力で引いてきよったけん、それもあるんやろうけどね。緊張するね撮影珍しく受けたもんや。
なかなかお一人でされてる時も少ないですもんね。あんまりそうね、やっぱ楽したいけん俺の場合はなんかな、人雇うとなると生活費を見るつもりじゃないと雇いきらんって思っとるけん、なんか今日暇やけん帰れって言うんじゃん。ちょっと暇になってきたけん今週いらんとかさ、そういうわけにはいかんけん、そういう責任感じるとやってやれんことはないのは分かっとっても責任感じるから、なんかいい加減には使い切らんけん雇いきらんっていうとこがある。ずっと家族経営やったしね。兄弟4人とお父さんお母さんと子供の頃から6人でやりよって、親も雇っとの見たことないけんさ、雇い方がわからない。そんなこと考えんでいいんやろうけどね、なんか人を使うのなんかやっぱそれ責任感じるよ。準備だけ片付けだけとかやったらいいんやけどね、筋トレしようと思えばその後の営業がついてくるのはちょっと。お疲れ様です。お疲れ様です。すみません、遅れました。あ、いいっすよ。はい、ありがとうございます。カメラ向けられたら勝ちに行っても準備しちゃったらね、次何やったっけなって僕よく言ってますね。
さ、あんまりなんていうかな、よその人たちは商売敵じゃなくて商売仲間や仕事仲間やから、売り上げはねその時々で多かった人がおらん方がいいとかさ、件数が少ない方がいいとかさ、その時々の人の流れであるけど、やっぱねいい人が隣に来たりとか仲良くやれる人が隣にいてくれるとね楽しい。暇でもさこう顔見合わせて「うまいね」っていうのがね楽しい。今日は浮気してごめんねとかあっち行ってきたとか言うばって、行きんしゃい行きんしゃい、いろんなとこ回って最後戻ってくれよかとっつって、いろいろ知らんのにうちのいいとこも悪いとこもわからんよって、よそのもそうやしね、よそのここが良かった、でもこがちゃんのここが良かったっていう、やっぱりね知らんで一番言われてもね、知った上でここがいいって言われるの意味ないって。でお母さんが言いよった隣に消えたのある貸してっつってようね、お互い貸し借りしてよる、いろんなもの。44、今年45。何歳ぐらいから屋台手伝ったんですか？もう小学校の時からよ。スマホも携帯もない時代やけ、家に子供だけ置いとけんっつって、ランドセル下ろしたらお前ら行くぞっつって家族全員で来て、へえ。で小学生の頃は水汲みしたりとかね、自分はねずーっとそうやった。やけ遊び半分で覚えとる感じっていうのかな。でまあ中学卒業してから自分は本格的に仕事として入った感じ。お父さんが小学校5年生の時亡くなったっていう。それで6年までは1年間お母さんは同級生のお母さんと女2人でやってたんやけど、毎日引っ越しがあるからまあ駐車場とここの行き来ね、お店1軒を引っ越しさせるでしょ。女2人じゃちょっと厳しい力仕事だね言うて、1年でちょっと一旦休業したという。で自分がそこからだから6年生から123って中学123とその後1年間だけ外でバイトしてたから、だから17ぐらいからかな仕事になったのは。はい、いいんですか？ありがとうございます。いただきます。死ぬよ
らっしゃい。ビールします。はい、もう1本。はい。グラスを2つで。はい。はい、どうぞ。餃子。おでんのはい。卵とはい。大根を卵と大根。火と脇が前から別で沸かしますね。少し待ってください。すいません、ありがとうございます。こっちじゃないけど、映りにくいやろ。間に合わせる。やっててよかったなと。はーい、お待たせしました。はい餃子です。びっくりした、こっち映しちゃったよね。はい、はい、どうぞいらっしゃい。しました。お聞きしますね。ラーメン2つ。ラーメンを2つ。ラーメンもう少し待ってね。まだワイトランモンやけんが。これはアク抜きやね。あとは血の塊が骨についたさ、肉とか血の塊、まあこのまま煮込むよりはやっぱり沸騰させんとこう分離しづらいけんね。沸騰させたら塊になってこうやってアクになるから。紐が。お待たせねー。はーい。前に動かしておかけるね。座りやすいよね。
した。はいどうぞ。あんま包み置きしとってもね。あ、こっちね。こっちです。うんうんうん。そうだね。屋台のラーメンをっていうのが地元だからがなかなかなくて、そうね。屋台は最初のね入りが難しいからね。ちょっとそれでちょっと今回2人で微妙って言って、うんうんうん。正直入るまでハードルが高かったんですけど、やっぱお店みたいにこう扉があるわけじゃないけど、土下やって入ろうかなってね。たまたまパッと顔が目が合えばさ「いらっしゃい」って言って入るけど、その最初がね噛み合わんかったらどうしようかなどうしようかなってなるんだよね。行きたくてなかなかでも機会がなくって、それでちょっと行ってみようかって言ってちょっと一回違う店に行って居酒屋で飲んでここでラーメン食べたくって初めての長浜ラーメンだったんですけど、やっぱ熊本ラーメン長浜ラーメン初めて。初めてです。まあ何がなんてわからんすけどね。でもまた熊本ラーメンと全然違うっていうのが分かりました。そうですね。長浜ラーメンがこういう味っていう決まりがないから、まあ食べ物はみんなそうですけどね、特許がないからね。美味しければ何でもよかったな。はい、美味しかったです。ありがとうございます。ありがとうございました。この3連休やっぱ多かったですね、人。ちょっとね、まあまあ良かった。普段がそれぐらいないと本当はいかんとかったよね。ニンニクと米と水しか入れてない。上から順々にこう水が落ちてきて、下のやつが切れるだけで上の真ん中の部分に吸われてる水分が動かんじゃん。はい。やけん右に回転させて左に回転させて、だからこうでまたペチャンってつぐし、こうまたこうでペチャンってつぐしで、そう水分を移動させて、なるべくだから切った後に麺棒から水垂れないうちはこう切るでしょ。でこう麺を折りたたみながらこうやって形を変えて麺の形を変える。そしたらこのまんま切っていくと水分が当然この下に溜まるでしょ。下に溜まった水分は切れるけど上にまだ残ってる水分が切れないじゃん。これをここまでやろうと思ったら何回せないかんって話になるんですな。やけある程度ドボドボドボって落ちる分をこう切った後に今度こっちに少しで残って下に移動しようとしてる水分が残ってるからこうやって裏返すの。裏表するでしょ。そしたら今度真ん中が一番水分溜まりやすいやん。真ん中のやつを取ろうと思ってこう縦にする。これをやってるだけ。そう教わったから最初ねこうやってタオルで練習するの。
子供の時こればジャバーってつけて、はいボタボタボタってなってるやつを切れるようになんなさいっつって遊びながら覚える。ありがとうございます。いいよ。休業2年やったんですね。うん、2年近くあったよね。めっちゃ太ったよ。準備しとったらえらい腰が痛いけんどうしようかなって言って体重乗ったらそげな風やったら10キロ太っとったけどさ、うわこれ仕事できんばいと思って毎日歩いてね、10キロ以上歩いてね痩せた元に戻した74まで。お腹だけ出るねお腹だけはへこまんね。はいはい This one, this one. はい Okay. 我大家都很好。没酒吗？さ没有，还是从那里的。はいラーメンです。お待たせしました。腹いっぱいですね。お腹いっぱい。那个面有捞干净。焼けた分からです。你不能把我破的关卡划掉哦！你看哦，等一下，我现在进去，然后你。もう決まってない。ナスビ入れたりとかさ、置いとってもロスが出るけんね。その時その時でなんか入れるものを変えたり、キャベツが高い時は白菜は買っていって白菜をちょっとかさ増しに使ったりとかさ、やっぱその時々で変えたりとか。油が飛んでしまったけん。はい、お待たせしました。ありがとうございます。片付けだるいな。片付けだるいな。けどあんまり楽しくやりすぎるとね、遊びたくなる。仕事したくなくなる。お客さん側の立ち位置に行ってなんかダラダラと話して過ごしたくなる。
新しいけんのれんかっこいいばってんさ。俺ももうそろそろ帰るかなと思うけど、なんかずーっと使っとるし、火事で燃えたのがこれの前もうあるんやけど、新品にしたい気持ちはあるんやけど、全部新品にするのもなんかな、そのあちこち破けて伏せしてあるのもお母さんがこう暇な時に縫ってからね。それでももうボロボロやけん、ちょっと引っ張ったらビリーって破けるぐらい柔らかくなってしまってるんやけど、焼けずに残ったんですか？のれんは焼けずに残った。で横の2面だけ残っとって、その2面を前に持ってきてる、つなげて。短いの長いのってあって、長いのが燃えた。だから横の2面のやつ、短いのをつなげて今前にやってる。そんなの周りの人は知らんけんさ、綺麗に越したことはないんやけどね。ほらこういうところね。表からは見えんけど裏からね伏せしてる。
お疲れ様でした。ありがとうございました。何が今日はお疲れ様でした。屋台の仕事って大変な面もあると思うんですけど、古賀さんにとってはこう楽しいものなんですか？正直楽しかったり楽しくなかったりはそれはもうその時々で違うよね。でもお金をもらってて商品提供して商売としてまあなりわいとしてやってる以上なんやろね、正直に出しすぎるのも良くないじゃん。でも不誠実は良くない。これまたね、嘘をつくことも良くない。そこのいい塩梅をやっぱついて接客して対応して、でもどうやろうね、なんやかんや最終的には多分楽しいんだと思う。もうニッチもサッチもいかんかったなみたいな話でも結果的に笑い話になってるから、ちょっとした楽しいことでなんか全体が楽しくなるかどうかが決まるんじゃないだと思うけどね。味なんかわからんでも楽しかったら美味しかったと思うやろうしそんなもんやろうね。俺にはようわからん。やることをやるだけかな。